あれ抜けない。そしてこちらが割り箸ではなく敷風スタンドです。99999999。なんかあいつの机だけやけにテカってるよね。さあ、というわけで、女の子座りと見せかけて、どうも、駒ヶ崎です。今回も100円ショップで色々と面白そうなアイテムを見つけて購入してきました。ちょっとど真ん中に使い道のわからないアイテムもあるんですけれども、これも含めて詳細を見ていきましょう。まずはこちらです。ダイソーミニアラームクロック。200円税抜きと書かれています。4月から総額表示が義務付けられるようになったんで、もしかしたらこのパッケージも変わっている可能性はありますが、ちょっと見ていきましょう。箱側面にはボディカラーが書かれていて、ホワイトとブラックの2色展開になっております。ボディカラーはこの側面の窓から見えるようになっているんですが、今回は白を買ってきました。ちなみにこちら、以前紹介しましたこの目覚まし時計と同じ商品になっております。たまたま行った店舗で見かけたんで、白も購入してみました。では開封しましょう。はい、こんな感じです。ホワイトも可愛いですね。このようにペライチの説明書が同封されていました。結構オフホワイトっぽい色合いになっていて、なかなかおしゃれですね。で、後ろは真っ黒。これが目覚ましをセットする用のダイヤルで、こちらが時計の時刻合わせ用のダイヤルですね。説明書に丁寧に書いてあったんですが、このマークを見ただけでも大体わかりますよね。そしてここに目覚ましのオンオフのスイッチがあります。ちなみにデフォルトはオンになっていました。で、こちらに電池が入っております。LR44 ボタン電池が1個で動きます。ちなみにテスト用の電池がすでに入っていますんで、この絶縁シートを引き抜くと動き出します。なので動く前に時刻を合わせておきましょう。さあ、というわけで時計を合わせていきましょう。現在時刻20時34分49、50、20時35分になりました。これ秒針は動かないので、7秒に固定の状態ですね。僕の過去の動画見たことのある方だったらわかるかもしれませんが、僕は時計を合わせるのが極めて得意なので、これからその技も皆さんにお見せしたいと思います。で、時計を合わせるときは先ほども言いましたが、ここをですね、こっち側に回します。ちょっと待って、余裕を持たせて38分7秒に合わせましょう。この辺かな。はい、8時38分7秒に合わせました。このまま8時38分7秒待って、その瞬間に絶縁シートを引き抜きたいと思います。ちょっと早めにね、やるのがポイントです。僕今まで時計合わせでね、失敗したことないので、どうかね、これ参考にしていただいて、これほんと集中力が非常に極めて重要ということで、抜けない。マジで抜け。おい。さあ、ということで、10秒ほどずれましたが、きっちりと合わせることができました。今、カチカチっていう音が聞こえていると思うんですが、枕元に置いておくと結構うるさいんですよね。その辺は難点ではあるんですが、200円の割には見た目も可愛らしいですよね。さっきアラームを鳴らしたんで気づいた方もいると思いますが、この上のベルは完全にダミーになっております。ベル付きの目覚ましっぽい見た目になっているだけで、ベルが鳴るわけではないんですよね。僕は今は目覚ましとしては使っていないんですが、これでも結構ちゃんと起きることができました。で、アラームはわざわざこのスイッチをオフにしないと止めることはできないんですが、逆にここで一手間あるのが二度寝防止になっていいんじゃないかなって思ってます。というわけでダイソーのミニアラームクロックでした。さあ次はこちら。セリアで購入しましたミニ襖敷風スタンド付き。これは以前紹介したことのあるこちらのミニ畳。この畳とスケールが一緒なので、組み合わせて和室を作ることができるというアイテムになっております。では開封しましょう。さあ、襖はこんな感じです。下の方が、これ何色って言ったらいいんでしょうかね。淡い緑色のような、非常に襖らしい色合いになっていて、裏も同じようになっています。で、ここに、これ、なんていうんですかね、取っ手というか、この部分がついています。そしてこちらが割り箸ではなく、敷風スタンドです。これ一応スタンドっていう名前になってるんですが、この上に立てることができるんでしょうか。やってみましょう。大きさはぴったりですね。あれ、意外とこれきちっとはまるようになってるんですね。
さあ、このような感じです。割とこの敷居にはぴったりとはまっていて、あんまりなんていうか、スライドさせることはできないみたいですね。結構こう動かしたりして遊べるのかなって期待したんですけど、スムーズに動かすことはちょっと難しいようです。さあ、こんな感じで2枚セットしてみました。だいたい襖2枚が畳1枚分と同じぐらいの幅になっていて、このようにですね、ぴったりとサイズが合うようになってます。でやっぱりスライドさせることは不可能だったんですが、こんな風に位置を調整してあげれば、開いた状態の襖を再現することもできました。基本は固定のアイテムと考えた方がいいようですね。まだちょっと足りない感じはあるんですが、これが立っているだけでも少し雰囲気変わりますよね。というわけで、ミニ襖でした。さあ次はこちらです。JR ブリックコンテナ JR12F JR 貨物承認済みと書かれています。製品サイズは約 80×50×54mm。このブリックコンテナは以前も紹介したことがあるんですが、これはそれよりもちょっと横幅が狭いものになっています。このサイズ感が可愛かったんで買ってみました。正直 JR のコンテナをそんなに詳細まで覚えているわけではないんですが、かなりよくできているのではないでしょうか。ここにパイプが通っていて何かついてるんですが、わかるかなこれ。ここのパイプ部分がしっかりと立体的に作られています。そして側面 JR 貨物 I8D19999999 反対側も同じ柄ですね。そして天井はこんな風になっていて、これもちろん蓋は開くようになっています。さあ次はこちらの茶色のコンテナ見ていきましょう。これ色は違いますが型番は全く同じですね。同じ商品のアソート違いという扱いのようです。さあぐるっと見てみるとこんな感じ。同じ商品なんでコンテナそのものの形は全く一緒で描かれている柄が違うだけという感じですね。このコンテナ、蓋にこのように溝が入っているんですが、底面の部分がここにぴったりとはまるようにできています。もう縦に積んでもなかなかいい感じですね。こんな風にバリケードにして敵の襲撃に備えることもできます。大切なものを入れたり、食料を備蓄しておくのに使うといいのではないでしょうか。というわけで JR のブリックコンテナでした。さあこの流れで次はこちら行きましょう。こちら100円ショップキャンドゥさんで購入しました。貼って遊ぼうマスキングテープ。ベローンってなってますね。というわけで今回はこの4種類のマスターキングオブテープを購入してきました。以前動画で道路型のマスキングテープを紹介したことがあるんですが、これはそれと同じ種類のものになっています。今回はまずこちらの線路、そして自転車マークがうっすら透けて見えていますね。歩道、そしてこちらが駅のホーム。なんだっけこれ、石畳。さあでは4つ並べて貼ってみましょうか。さあというわけで並べて貼ってみました。とりあえず並べて貼っただけなんで、この並び順に特に意味とかはありません。左から順に歩道、石畳、線路と駅のホームという風になっています。だいたい幅はこんな感じになっていて、結構シルバニアファミリーを立たせるにはちょうどいい感じですね。じゃあそれぞれの活用法を考えてみましょう。さあまずは線路を2本並べて貼って JR のコンテナと組み合わせてみました。少し平坦なのは気になりますが、なかなかいい感じになっています。はい、こんな感じです。そして次はティッシュ箱を利用して駅のホームを作ってみました。結構薄いのでティッシュ箱の柄が透けてしまっています。ちなみにこのティッシュ未開封品です。さあそしてシルバニアのお家の前に石畳、歩道を貼ってみました。ちなみに今手元にないんで比較できないんですが、同じマスキングテープの道路の色がここと確か一緒だったと思うんで、ここに並べて貼り付けてあげれば意外とピタッとはまりそうな感じがします。なかなかいい感じですね。貼って遊ぼうマスキングテープでした。さあせっかく芝生も出したんで片付ける前にこちらを紹介しましょう。こちらセリアさんの園芸コーナーのところに置いてありましたミニチュアフェンスオーナメント。サイズ高さ約3センチ、横幅約10センチ。この柵の部分が木製で、それを針金で固定してあるっていう感じです。これ自由に形を変えて
お庭にフェンスができました。この芝マットはダイソーで購入したものなんですが、4つぐらいあればこの周りを覆うことができそうです。あとは針金で自由に形を変えることができるんで、アイデア次第でいろんな遊び方ができそうです。というわけで、ミニチュアフェンスオーナメントでした。さあ、机の上が賑やかになってまいりました。何かしら商品紹介するときには、片付けて真っ白な状態にした方がいいんですが、次のアイテムは別にこの状態でも影響ありません。こちらです。バーン。これもセリアで購入しました。ラバースタンプ吹き出し。吹き出しっていう名前になっていたんですが、まずこちら一番大きいのが、これはベタフラッシュって言っていいんでしょうかね。普通に驚いているような演出にも使えそうなエフェクトになってます。そして隣は爆発エフェクト。一番下はジョジョっぽい効果音のバーンというスタンプになってます。実際に何か書き込んで使うには少し小さめかなとは思ったんですが、面白かったんで買ってみました。さあ、スタンプはこんな感じで箱に収まっています。で、これ一個一個が独立していて、と出してみると、こんな感じですね。赤いゴム印になってます。これが押すと、こういう風にちゃんとなるんでしょうか。そして最後、これがバーン。僕家に手肉とかスタンプ台がなかったんで、ついでにこれも購入してきました。じゃあ早速押してみましょう。いきます。おー、むっちゃ可愛くなりました。いいじゃないですか。じゃあ次は爆発エフェクトいってみましょうか。こういう感じかな。こういう感じで爆発の効果音がバーンってなってるみたいな風にしたいと思います。色を変えたりとかしても面白そうですね。おー、こんな感じになりました。楽しい。おー。ちょっと四角く区切られちゃってるのは若干残念ではありますが、ここにメッセージを書き込んでみましょう。さあどうですか？こんな感じで、これを鍋に貼っておけば冷め切った夫婦仲も復活すること間違いなしです。爆発エフェクトも加えておきましょう。なんだかカオスなことになりました。ちなみにこのバーンのスタンプなんですが、この名刺の横幅のサイズとほぼぴったり一致する感じですね。楽しい。というわけで、商品名は忘れました。面白スタンプでした。さあ、次はこちら紹介します。これもセリアさんで購入しました。可動式ドールボディ。これ冒頭にも言ったんですが、正直使い方を考えていません。で、ここに好きな人形のヘッドを刺してねって書いてあるんですけど、正直ドールとかお人形は全く知識がないんで、どんなものが合いそうなのかもよくわかりません。ドールとか持ってる人は、これを見ればピンとくるんでしょうか。首周りのサイズ、ここが約ファイ1センチ。その下のここのくびれている部分が約 0.8 センチで、首が約 1.2 センチメートル。で、長さが上の丸くなっているパーツが 0.5 センチで、くびれの部分の長さが 0.3 センチ。それを見ていてもよくわからないので、開けちゃいましょう。ちゃんと立ちますね。で、今持ってみた感じ、110円にしてはなかなかしっかりしています。表面はこういう風になっていて、全体的につるんとしているんですが、ここにちゃんとおへそが造形されていますね。手の指や足の指までちゃんと造形されてます。爪まで細かく再現してありますね。すごい。さあ、そして後ろ側はこんな感じで、プリンとした可愛いお尻、全体的につるんとした滑らかな肌の質感が再現されています。さあ、では可動チェックしてみましょう。動く関節は全部で12箇所。まずは脇の可動から。ここはこういう風に水平まで上がり、回転させることによって、しっかりと上まで上がりますね。そして肘の関節はぐぐっと直角まで曲がり、ここも根元で回転するので、割と自由度が高めですね。そして手首はここからここまで曲がります。こちらも根元で回転します。さあ、そして足です。股関節はこのようにグリングリンと結構自由に回ります。で、上は水平まで上げることができ、そこから横にぐいっとここまで伸ばすことができます。膝関節は肘と同じような作りになってるんで、ぐっとここまで曲がります。
こちらも根元で回転させることができるんで、結構いろんなポーズを取らせることができそうですね。そして足首も手首同様、こんな風に曲がります。で110円だから舐めてましたけど、結構自由度高いですね。さあ、というわけで、女の子座りと見せかけて、ローリングソバットを放っているポーズにしてみました。あとはこれに合う洋服と頭を見つければ結構遊べそうなんですよね。なかなか気に入りました。よく見るとこの頭もおかっぱ頭に見えて、めちゃめちゃ顔のちっちゃい子みたいに見えなくもないです。どうせここ実際に頭つけたら隠れちゃうんで、顔を描いてみましょう。やっぱりやめておけばよかったです。可動式ドールボディでした。さあ、それでは最後にこちらを見ていきましょう。Twitter でバズっていたアイテムですね。こちらもセリアで購入しました。ミニチュアスクールデスクセット。今回4つ買ってきたので、4つ出して並べてみました。これ1つが110円なんで、こんな風に並べても440円。かなりコスパいいですよね。では1個ずつ見ていきましょう。はい、このように机と椅子がワンセットになっています。で、ぐるっと一周見てみるとこんな感じ。結構構造なんかもしっかりと再現されていて、机の側面には給食袋なんかをぶら下げるためのフックがついています。そしてこの部分も結構しっかりと空間が空いていて、いろんなものが入りそうです。天板は薄いベージュ色。触ってみるとちょっとザラついた質感になってて、光の反射の感じを見てもすごくマットな質感になってますよね。これ110円の商品なんですが、かなり作りはしっかりしていて、天板がちゃんとこの足のパイプの上に乗った形になっていて、パーツの組み方なんかがかなり本物っぽいですよね。ちなみにパーツはこんな風に分割することができます。そしてこちらが椅子でございます。優しい色合いが可愛らしいですね。背もたれが微妙に歪曲した形になっていて、結構座り心地が良さそうです。ここの板の部分もちゃんとカーブしていて、なかなか作りが細かいですよね。机と椅子、組み合わせるとこのようになりました。2台を並べるとこんな感じです。これ少し気になったのが、机の足の部分が8の字型になっていて、ここをぴったりと寄せることはできません。けどこうやって並んでるとなんだかそれっぽいですよね。シルバニアを座らせるとこんな感じになりました。なかなかちょうど良いですね。少しパステル調というか、色合いが全体的に優しいんで、シルバニアの世界観にもしっかりとマッチしています。はい、というわけでいろんなキャラクターを座らせてみました。100均の商品なんで結構小さいのかなって思っていたんですが、こんな風にボディちゃんもちゃんと席に着くことができています。これはいろんな遊び方ができそうです。先日購入しましたバンダイのガシャポン、学校の教室と比較してみましょう。並べてみて思ったんですけど、とりあえず違和感が全くないですよね。右側がバンダイ、そして左側がセリアという感じですね。とりあえずスケール感は同じ12分の1っていうことで、大きさは結構近いですよね。机を比較するとガシャポンの方が一回り大きめには見えますが、高さはほとんどぴったり一致します。こちらが300円、こちらが110円です。さすがに細かいディテールに関してはガシャポンの方が優れているんですが、セリアの方もかなりしっかりしているのがわかります。椅子に関しては明らかに高さが違っていて、机の高さがほぼ同じだったんで、この空間に結構差が出ていますよね。この点はフィギュアを実際に座らせた時に結構影響が出ると思うんですが、作りに関してはどちらも同じぐらいのクオリティです。こんな風に組み合わせを変えてあげても全く問題ありませんね。さあ、並べてみました。すごく教室って感じが出ましたね。今ガシャポンとセリアの商品を並べているんですが、混在していても全く問題ないというか、最近の学生さんたちはどうかわからないんですけど、僕の学生時代は結構机も新しいものから古いものまで混在していて、なんかあいつの机だけやけにテカってるよねみたいなことがあったんで、色はそれぞれ違っていた方がかえってリアルな教室感が出るんじゃないかなって思いました。もしかしたらこれは田舎限定の話かもしれません。というわけで12分の1スケールミニチュアスクールデスクセットでした。ケースのまま飾っても可愛いです。さあ、というわけで今回は100円ショップで購入した8点の面白グッズを紹介しました。今回はミニチュアではないんですが、この面白スタンプが結構実用性もあって楽しかったですね。と JR のコンテナとか、とダイソーさんの目覚まし時計、そしてセリアさんの机と椅子、この辺の気になっていた商品を今回手に入れることができて大満足です。
皆さんも100円ショップお立ち寄りの際は、なんか面白そうなものがないか探してみてください。今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。